道内の出没が相次ぎまして、10月には道内で初めての緊急授業が行われました。街中での発砲となりました。ただこのニュースの裏で実は今こちらヒグマのお肉なんですが、ヒグマが貴重なものに変化しつつあるというんです。被害や目撃が後を絶たず、今年世間を騒がせたクマ。札幌市内でもクマが住宅地に繰り返し出没。今年はまさに多くの人がヒグマの恐怖を感じた1年となりました。今年の漢字にも中央やや左から今年の漢字選ばれたのは熊でした。今年を象徴するともいえる熊。その裏ではこれ桃です。はい。料理に使っていたのはヒグマのもも肉。ヒグマの肉は今貴重な食材として脚光を浴びているんです。こちらでは5年前からヒグマ肉を使ったコース料理を提供していますが、今年は予約の数が急増しているといいます。食べたいと思ってる方がいらっしゃるんですよ、こんなにね。それは何ですか？ローズマリーです。少しでも良い香りをつけるというか、良い風味もつけつつ、ちょっと野生味を軽くしてあげる。ヒグマのお肉が持つ癖や独特な香りをフレンチの技法を使って親しみやすく上品な味へと仕上げていきます。さらに味わえるのは福永さん、お肉だけではなくて、実はこれ横にスープもついてきます。初めにブイヨン取って、そのブイヨン使ってコンソメ引いてるんで。これスープで使っているのはヒグマの骨なんです。出汁が出るんですよね。他にも筋や硬くて食べづらい部位を使って余すことなく調理していくということなんです。どんなお味になるんでしょう。まさにどうでしょう、ヒグマ肉に対するイメージを変える品々、私いただいてみました。食べたんですね。気になります。人生で初めてのクマ肉なんですが、いただいてみます。はい、ぜひお願いします。美味しいですね。勝手な先入観で野生味あふれる香りが強いのかと思っていたんですが、口の中に入れた瞬間に最初に感じるのは甘みでした。弾力感はあるんですが、歯がスッと入っていく感じで。スープね。美味しいですね。比較的肉々しいって表現したらいいんでしょうかね。そういった香りが残る感じはあります。ただそれは癖というかくどさではない、むしろお肉の味をダイレクトに味わえるような、そんな感じ。甘みが強いですね。熊肉の仕入れる価格など、そういった面に関しては何か最近は変化はあるんですか？そんなに流通量がないので、ちょっと高くなってはきているかなっていうのは感じます。使う人が増えてきたからっていうところもあるんじゃないかな。このお店にお肉を卸している業者の方に伺ったんですが、今年は過去最多2トンものヒグマ肉が入ってきたそうなんですが、ただ注文もものすごく増えてきているということで、もう業者の方もう引っ張りだこでヒグマ肉の価値が今上がっているとおっしゃって、皆さんヒグマの肉食べたいと思ってらっしゃるんですね。そうなんです。で、ヒグマ肉需要が高まっている一方、これ解体をする難しさも浮かび上がってきたんです。あ、これヒグマ。はい、これヒグマですね。部位としては、はい、部位としては外ももという部位です。足の部位ですね。ここではエゾシカを中心にジビエの加工から販売までを行っています。倉庫にはこのようにずらりと大きなヒグマのお肉の塊が並んでいました。しかし処理場を見せてもらうと、対応が追いついていない現状も見えてきました。そもそもここはもうヒグマ用の部屋なんですか？いえ、ここはエゾシカ用というふうに設計して作りました。はい、
ですのでヒグマを設定していなかったので、非常に苦労しているところはありますね。今年この食肉加工場へ持ち込まれたヒグマは47頭、去年の倍以上に上りました。さらに300キロを超えるヒグマの解体はやはりかなりの重労働で体力も限界だといいます。エゾシカの解体とヒグマに関してはどういう違いがあります？やはり大きいですので時間がかかるというところがあるかと思います。5倍ぐらいはかかるかなというふうに思っていただければと思います。さらにエゾシカについては国や道が解体の手順や取り扱い方を公表しているんですが、クマに関しては人伝いで技術を伝承していくしかなく、作業できる人材を育てるのが難しいんです。エゾシカと比べてそのヒグマの処理っていうのは、技術としてはどうなんですか？かなり難しいものであるというふうに考えています。油をそがないように、そして、ナイフで傷をつけないように、いろんなことを考えてですね、解体していかないといけない動物でもあります。ヒグマについては2年から3年かかると思います。そうですか。エゾシカよりずっと難しいですので。エゾシカは大体どれぐらいなんですか？エゾシカは約1年ぐらいで習得できると思っています。10年以上ハンターを続けているという山本さんなんですが、手一杯になりながらもヒグマ肉の魅力というのを広めていきたいとお話をされていました。そんな山本さん、2026年の展望を聞いてみると、捨てられていたものが、その価値を見出して今やですね、美唄から東京、銀座に卸させていただいたり、京都に卸させていただいたりというふうなところで、この地方から首都圏へというふうなところのコンセプトは非常にいい所在かなというふうには思います。やっぱりヒグマが出過ぎてしまってるんで、ヒグマイコール悪みたいなところはありますけど、悪いところだけではなくて地域の資源として有効活用していくべき存在かなというふうにも、思っています。シェフ藤本さんも北海道ならではの食材として味わってもらうため、今後も提供を続けていきたいそうです。来年はどんな年にしたいですか？駆除だけで終わるんではなくて、その命をちゃんと生かすような感じ、せっかくだったら使ってあげたい。クマって美味しいよねっていうものに変わってくれたらいいなって僕は思ってます。やはり処理の仕方、調理の方法にもよりますが、私が食べたお肉は臭みはなかった。でも他のお肉とはやっぱり違うんですか？そうですね。牛肉よりもより肉々しさっていうんですか、少し弾力があったりはするんですが、癖はあまりなかったので、食べたいという需要も高まっている現状があります。エゾシカのお肉もね、やっぱり駆除する以上はいただこうっていうのは本当近年そういう動きになってきたんで、ヒグマに関してもこれからこういうことが皆さんの中でもインプットされていくとね、せっかくだったらその命をしっかりといただこうじゃないかっていうことになってくるのかもしれないですよね。もともとやはりヒグマというのが人の生活に影響を及ぼしているのも事実です。人とヒグマとの距離、境界線をしっかりと保つということは大前提なんですが、一方でもしかしたら北海道の名産品になりうるポテンシャルもヒグマにはあるかもしれないというお話でした。